爽やかだけど優しい感じする。実在しない幻想を香りを使って具現化するっていう、2本目欲しいですっていう時は目つぶってここ行ったらいいと思う。はい、こんにちは、シトーレイです。今日はですね、今いるのはですね、原宿はキャットストリートですね。メゾンマルジェラレプリカフレグランスのお店に行こうかなと思っております。実はですね、このお店ですね、オードパルファムが新しく出たというところで、それを見に行こうかなと思っております。これですね、ちょっと黒い感じで一風変わった感じになっておりますけれども、じゃあ早速行ってみたいと思います。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。既存のラインから説明したいと思うんですけども、こんなにたくさん実はあるんですよね。はい、こちらがレプリカオードトワレのコレクションとなっております。記憶を再現した香水というのがコンセプトになっていまして、一つ一つの香水に調香師の具体的な記憶が紐づいているというフレグランスになっております。なるほど。その前にオードトワレとオードパルファムの違いを改めて説明してもらったらよろしいでしょうか。はい、持続力の違いのところですね。オードトワレというのはだいたい3から4時間持続する、オードパルファンはだいたい5から6時間ぐらい香りが持続していく製品になっています。もうちょっと長いんだ。そうなんですよ。こっち軽いものシリーズから本丸がやってきたっていう体でよろしいですか。はい。じゃあ軽いものから教えてほしいんですけれども、はい、マルジェラの、ね、私が説明するのもなんなんですけど、一番シンボリックだなっていうものが絵なんですよね。一つ一つのポラロイドがその香りを表現したものになっていますね。とりあえず印象で選ぶみたいな感じができるってことなんですよ。だからそれすごい優しくない？なんかだって最初になんかこう香料言われても分かんないことが、私もそうだったんですけど多い時になんとなく雰囲気でこれ好きでこれが何入っているかで調べて沼に入っていくわけですよね。そうですね。はい。おすすめはやっぱり一番人気のこちらのレイジーサンデーモーニングという香りになります。記憶としては、イタリア・フィレンツェで過ごす日曜日の朝、ベッドでまどろんでいるシーンを再現した香りになっています。これそれぞれ聞かせてもらってもよろしいですか。はい。ボトルにも貼られているラベルで、一番上が香りの名前ですね。レイジーサンデーモーニング。2つ目がその記憶の舞台と時ですね。こちらだとフローレンス2003と書いてあるんですが、2003年のフローレンス、フィレンツェのワンシーンというのを表現している香りになります。3行目がソフトスキン&ベッドリネンというふうに記載されているんですが、香りのショートコンセプトとなります。柔らかな肌がまとうリネンの香りというのがこちらのレイジーサンデーモーニングの香りですね。なるほどなるほど。で最後は、全ての香り共通なんですけど、メモリー・イン・ア・フレグランスということで、記憶を再現したフレグランスですよっていうところが記載されているものになります。私の好きなジャズクラブ2013年のブルックリンかジャズクラブの中でもちょっと大人の人が行くジャズクラブって感じ。そうですなんだよね。はい。今日私がここに来たのはこれなんですよね。はい、ありがとうございます。これ何ですか？こちらがレプリカオードパルファンという9月26日に復刻になった新しいラインの製品になります。復刻なんだ。一度廃盤になってしまった製品を、今回改めて発売したという形になります。こちらのレプリカオードトワレというのが、先ほどもお伝えした通り、記憶を再現した香りっていうコンセプトになるんですけど、レプリカオードパルファンというのが記憶から拡張して実在しない幻想を香りを使って具現化するっていうコレクションになってるんですよ。なのでこっちはもう実在しない夜のダークな世界観のコレクションになっているので、全くこの毛色が違うようなものになっています。だから真っ暗なんですね。そうなんですよ。そして3つあると。じゃあまず一番上からいきましょうか。はい。こちらがソウル・オブ・ザ・フォレストという幻の古代樹の香りのフレグランスとなります。本当に実在しない幻想の香りになっています。でこちらのオードパルファンに関してそれぞれ香りのストーリームービーがございますので、ぜひそちらをご覧になって香り試されてください。ちょっとお持ちしますね。じゃあちょっとまずソウル・オブ・ザ・フォレストの香りから。香水瓶が森の中に溶けていった。誰かが走っている。なんかすごい不思議な感じ。森の中の下の方のしめしめした土あるじゃないですか、あんな感じの匂い。ありがとうございます。森の上じゃなくて森の下って感じの匂い、でも思ったよりもそのオードパルファムだからもっと
ゴンってくるのかなって思ったら、すっごい薄くないですか？そうですね、すごく香りが濃厚というわけではなくて、香りは爽やかにつけられる程度のものでありつつも、持続力が長いっていうのが、レプリカフレグランスのオードパルファンの一つの特徴でもあるので。絵面で言ったら超濃厚じゃないですか。そうですね、もう黒いですし、すごい、ほー、ずっとふがふができるもんこれ。ムービーのイメージと合ってる？ムービーの足元のイメージ、苔とか、森の中の湿度を感じる匂いかなって思いました。こちらのソウル・オブ・ザ・フォレストですと、今おっしゃっていただいた通りモスっていう苔の成分が入っていたりとか、あとはシダーウッドですね、一つ一つの香りが全て希少な香料を使って製作されておりまして、シダーウッドはモロッコ山脈の標高 2000m に生息するもののみを使って調香がされているので、そういった非常に希少な香料が入っているっていうのもオードパルファンの一つの特徴になっていますね。だから全然ちょっと格上って感じがする。そうなんですよ。はい、じゃあ真ん中、ありがとうございます。真ん中お願いします。フライングという香りになってます。オゾンの雲の香りを具現化した雲、フレグランスになってます。大気圏のどこまでも高く舞い上がっていくような、そんなシーンを再現した。だから気球。そうなんですよ。ちょっとじゃあこちらも香りと一緒にムービー見ます。ご覧になりますか？見ます。飛行機で見る光景がある。おお、現れた。なんかいい意味でムービーから来るドドンと感がないというか、そうですね、非常に爽やかな香りになってます、ね。そう、びっくりした。今回のこの3つの中だと一番爽やかな香りで、香調がシトラスフローラルというものになるので、柑橘系だったりとか、フローラル系、あとムスクなんかも入ってるんですけど、が中心の香りで、プチグレインっていう先ほどのソウル・オブ・ザ・フォレストにちょっと似てるようなエッセンスも入ってたりするので、非常に爽やかなんですが、深みがあるような。爽やかだけど優しい感じする。そうですね、すっきりのなんか爽やかっていうよりもこれが大気圏かこれが大気圏か。なるほど、ありがとうございます。こちらのフライングの希少な香料というのがオレンジフラワーになっています。紅葉を抽出するためにオレンジフラワー1トンからわずか1キロしか取れないという非常に希少な香料となっております。1トンってどれくらいの大きさになるんだろう。なので非常にこの深みのある、シトラスの香りというのを感じていただけるようなフレグランスですね。飛行機でふわって上がった時にさ、窓際がたまにさぶわってこう、薄煙になるじゃない、薄煙の匂いがする。匂ったことないけど、じゃ次は、続いての香りがダンシング・オン・ザ・ムーンという香りになります。こちらは月の粉の香りです。月の上でダンスを踊っている、そんな幻想を具現化した香りになっています。踊ってますね。こちらもムービーございますので、ぜひご覧ください。なんか岩肌っぽい感じ。そうですね。でもお花ある。あれもある、これもあるみたいな。動画で想像した香りよりも、でも最後にお花出てきた出てきたわ。ありがとうございます。その匂いが強いのかな。そうですね、こちらの香調がフローラルパウダリーという香りになっているので、フローラルが主体のフレグランスになるんですよ。もうちょっと鉱物みたいなものを勝手に想像してたからすごい意外でした。このダンシング・オン・ザ・ムーンというのは月の上で踊るシーンを具現化したものになるんですけど、アルデヒド濃度っていう香料が入っていて、それでちょっと鉱石チックな、月面に舞う粉、粉塵みたいなものを感じていただけるようなフレグランスにもなっています。確かに、なるほど、最初お花の匂いが前面に来るから、そっちかなって思ったら鉱石が「こんにちは!」って「いますよ!」っていう男性につけといてほしいかも。そうなんですよ。なので、発売してから男性の方がすごく多いような香りにもなってますね。
ただ単に甘いだけだと、女性っぽいイメージを持たれる方が多いので、ちょっと男性っぽいなんかメタリックなエッセンス、なんか大人なエッセンスも感じたいっていう方にはすごくおすすめできる香りになってますね。ちなみにここも希少なやつが入ってるんですか？ダンシング・オン・ザ・ムーンはアイリスというお花が非常に希少な香料になっています。1ml でも数万円するような大変希少なものになってるんですけど、 1ml で数万円。そうなんですよ。右手にレイジーサンデーモーニング、左手にこっちってつけれるくらいにハーモニーができそうだなって感じがします。これ2本目欲しいですっていう時は目つぶってここ行ったらいいと思ういずれ何かに出会いますって感じだもん。すごーい。しかもなんかパッケージもかっこよくないですか？こちらのボトルも今回オードパルファンのこだわりが詰まってまして、夜というのがコンセプトになっているんですよね。ここがグラデーションになっていて、3つの香りそれぞれ色が違っているんですよ。確かにちょっと赤かったりとか、黄色っぽかったりとか、ちょっと青みがかかってたりとか、言われるまで分からなかった。そうなんですよ。あとはラベルもシルバーになってるんですけど、夜っていうのはこの幻想の想像が膨らむ時間帯でもあるので、そういうその変幻自在さみたいなところを、いろんな角度から見ると色が変わっていくようなラベルで表現している。どの香りが一番レイさん気に入りました？日によって違うかもしれないくらいに、サッカーと味噌汁どっち好きって言われてる感全然違う。じ全然違う。選べるもんじゃないでしょっていう。本当にファッションに応じても香りを使い分けていただけるっていうのが、面白いポイントでもありますね。そうだったらどうですかね？今日自分が何を言ってたかすらちょっとうっすら忘れそうになってるんですけど、下マルジェラ。そうしかもこのマルジェラね、私の初ジェラ2004、5、6くらいな感じです。今日だったらこのフライングかダンシング・オン・ザ・ムーンかなっていう、ちょっとこうエアリーな感じっていうか浮遊感がある感じかなって。多分レースに引っ張られてるんですよねこのレースのふわふわした感じに引っ張られてるのかなと思うんですけど、ソウル・オブ・ザ・フォレストだったらどんなファッションがいいですか？できる男性がスーツで颯爽と歩いてる時にパッて振り返ったらこの匂いがしたら惚れてしまうかもしれないっていう女性だったらすっごいモードな服着てほしい。黒いサテンみたいなジャケットとかね、バシッとしてるのに森の匂いするじゃないですかみたいなのがいい。ちなみにこのレプリカのオードパルファムシリーズなんですけども、もしも気になるように匂ってみたいなっていう時はどこに行ったらいいんですか？そうですね、全国のメゾンマルジェラレプリカフレグランスのお店で展開しているので、ぜひお店までお越しください。あとはオンラインですと、ZOZO コスメですね、で取り扱いがございますので、なるほど。そちらで。でもこれはでも一回ちょっとお店に嗅ぎに行ってほしい。妄想をね膨らませるだけ膨らましてきてほしい。いい意味でそうだなって答え合わせができたりもするし、裏切られたりもするし、多分それぞれですよね。はい、これは楽しい体験になると思いますこの3種類なんですけど、皆さんはどれが気になったでしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。